皆さん、こんにちは、猫茶です。今日も一緒に日本語を習いましょう。今日は漢字について学びます。漢字は日本語の中でも特に挑戦的な部分ですが、その分だけ魅力的でもあります。まず、漢字の数について話しましょう。ローマ字は26文字、ひらがなとカタカナを合わせると92文字ですが、漢字はいくつでしょうか？歴史的には漢字の総数は5万字近くあると言われていますが、現代日本語で実際に使われる常用漢字という漢字はなんと2136文字もあります。このため常用漢字の数がいかに少ないかがわかりますね。漢字はそれぞれに意味を持ち、その意味を組み合わせて言葉を作ります。例えば、家、プラス、族、イコール、家族ですね。漢字の組み合わせで新しい言葉や意味が生まれるのが、皆さんは多分わかるかもしれませんね。いくつかの例を見てみましょう。大きいからのおは、家族の前に加えると、大家族となります。つまり、大家族とは、より大きい家族ですね。そして、その同じ、人の漢字に加えると、大人、つまり、子供より大きい人という意味の言葉ができます。漢字の親、親は、単独で、親と読むと、両親や親類の親、つまり、父親や母親といった意味の言葉です。この親に族、仲間やグループのいを加えると親族となり、家族や血縁関係のある人々という意味の言葉になります。一方、別の漢字、指、フィンガーやとのいは単独で指と読むと指そのものを指しますが、この指に先の親を加えると親指という言葉になります。また、同じ親の字が使われている親しいという言葉は仲が良いや近しいといった親密な関係を意味します。基本となる漢字は国、国で国家、国と家で国家といった言葉の基礎です。この国の前に外、外、外側やよそ、のいを加えると外国となり、自分の国ではない国という意味になります。そしてその外国に人、人、人、のいをつけると外国人となり、外国の人という意味の言葉ができます。基本となる漢字のもう一つは語る、語で、これは話すや言葉を意味します。この語りと国、国を組み合わせると国語、つまりその国の言葉という意味になります。さらに先に学んだ外国に語りを付け加えると外国語となり、自分の国ではない国の言葉という意味になります。次に、元、本という漢字は起源や中心といった意味があり、これが日、日と組み合わさると本日という今日を意味する言葉になります。また、国を表す日本もこの日と本の組み合わせです。日本とは太陽が昇る場所という意味が込められており、最後にこの日本に語を付け加えることで日本語という日本の言葉を意味する言葉が完成し、この練習を締めくくるのにふさわしい言葉となります。正直に言えば、日本の漢字と中国の漢字の違いがあります。日本の漢字はほとんど全てに複数の読み方があり、よく文脈によって読み方が変わります。この詳細は
私たちのウェブサイトで提供しているブログの記事、さらに別の基本漢字コースで詳しく説明させてもらいます。漢字は複雑な構造を持ち、多くの場合、基本的な部首という部品で構成されています。いくつかの例を見ましょう。この漢字は明るいという意味で日が部首です。これは地面という意味で土が部首です。そしてこの漢字は魚という意味で魚が部首ですが、ここに日も変貌観客の一部です。最後は草という意味で草冠が部首です。今日の最後に筆順の重要性について触れましょう。筆順を正しく覚えることで漢字をより美しくかつ早く書くことができます。これもひらがなとカタカナの筆順をマスターすることが役立ちます。そのために JLPT N5 レベルの漢字に初めて挑戦する方に向けたしっかりとした講座をご用意しました。この講座では N5 合格に必要な80以上の漢字の読み方、意味、書き順、例文での使い方など漢字の基本を徹底的に学ぶことができます。漢字学習を始めるならぜひこのコースで一歩を踏み出してください。さて、今はテストです。ここに書いてあるそれぞれの異なる色の文字セットが何と呼ばれているか思い出せますか？どれがひらがなで、どれがカタカナで、どれが漢字ですか？一番上のものはどうですか？次はこの3つの文章の中でどれが日本語で書かれているかが見た目だけでわかりますか？そうです。です。あとの2つとは違い、ひらがな、カタカナ、そして漢字も載せているので日本語の文章はこれです。ちなみに、りとしはどの言語で書かれているかご存知でしょうか？もしそうなら、ぜひビデオの下のコメントで教えてください。それでは次のビデオでまたお会いしましょう。ありがとうございました。